中取って、はい、中を取って、はい、ちょっと少なめで、少なめでいいです、いいです。小さじ1/2ぐらい、1/2弱。これを混ぜて、しばらく置いときます。水が出てきました。で、まあこれを少し揉んで、だいたいゴーヤがこれ 100g やから。油敷くんじゃないんだ。油じゃない。だし醤油とお砂糖と酢を入れる。酢を入れて、でこれで、火をつけます。全体に、泡が立ってきたら中に入れます。これで絡めます。すりごまを大さじ1杯ぐらい入れて、今もほとんど水気がなくなってきました。これで出来上がりです。先週に引き続き、これは今日はお醤油の方でやります。ご飯のお供作ります。ご飯のお供を作ります。ゴーヤがなりすぎです。うちでなりすぎじゃないんだろうけど。親戚のうちでなりすぎて、処分に困っております。中取って、はい、中を取って、でこれを小口切りで 1、2ミリに切ります。なり始めたらものすげえなるんだ。そうそう大変なんよね処分に。大体去年、ゴーヤがなくって、ゴーヤ食べたいゴーヤ食べたいって言ってあちこちで宣言して、今年は種をまいて、植えて畑に十何本植えて。1本でどのくらいできるの？まあそんなにあれはないけど、木が十何本もあって、肥料が良ければいっぱいできるよね。いったらゴロゴロなっとっても散歩の途中でちょっと。うちは1本。いや、うちも4、5本になってるけど、種類が違って、で栄養不足で少し小さめ。一つが 50g ぐらいしかならない。これの半分ぐらいしかならない。まあそんな量食うもんじゃないの。それでもね、ちょこちょこ作って食べるにはちょうどいいけど。でこれでお砂糖を大さじ1杯弱。1杯弱。大さじ1杯弱。味噌の時は倍量あったから。ちょっと大さじ1杯もなくてもいいけど、ちょっと少なめで、少なめでいいです、いいです。ちょっと入れて、フレームアウトして、でこれにお塩を小さじ1杯ぐらい入れて。小さじ1杯？小さじ1/2ぐらい、1/2弱。そこまで。でこれを混ぜて、しばらく置いときます。まあね、砂糖混ぜると少し苦みが減るんだよね。そして茹でると栄養分もなくなるし、ちょっとなんかゴーヤのシャキシャキ感がなくなるから、で考えついて、砂糖と塩と。でこれ母ちゃんのオリジナルなの？オリジナルって前誰かが、塩をたくさんあれするよりも砂糖もちょっと入れた方が、絞ったりする時には、お砂糖でも出るよっていうのを誰かから聞いたような気がするんだよね、友達から。友達もこんなことするのが好きで、よく話するから。それ前の動画では言ってなかったねっていう。そうだね。まあいいけどさ。じゃあこれでちょっと10分15分ぐらい、置きます。水が出てきました。でこれを少し揉んで。これ測るの？測らない。だいたいゴーヤがこれ 100g やから。よし。ゴーヤは 100g。だけ70かぐらい。塩もみっぽくすると25% 減ぐらいするってこと。75g ぐらいな。75g ぐらいやろうと。
でそしたら、やっぱ同じようにフライパンで。これはだし醤油が大さじ1杯半あるんだけど、だし醤油がなんか普通の醤油を使う場合は、まあ和風の顆粒だしを小さじに、3分の1から2分の1ぐらい使ったらいいと思うけど、まあ、これはもうだしが入ってるから、でお砂糖が大さじ1杯と、これは酢が大さじ1杯。ちょっと待って、普通の醤油に顆粒だし入れて、水で溶いたりするんじゃないの？いや、そのままもうこう溶いてお醤油で、で砂糖が大さじ1と酢が大さじ1。酢を使います。みりんじゃなくて酢。酢です。で、まずフライパンに油敷くんじゃないんだ。油じゃない。これをだし醤油とお砂糖と酢を入れて、でこれで、火をつけます。割と少なめな感じなの？絡める感じよね。醤油でここでまあ味を見てね、こうやって味を見て、もうちょっと何とかを足したらいいとかいろいろして自分の味を確かめて、でこれもごまで仕上げるから、すりごまをすりごまを用意しとけ。大さじ1杯ぐらい入れます。でこれは少し火で水気を飛ばします。水気を飛ばす。沸いとる。酢の匂いがするね。どんぐらい水気飛ばすの？ちょっととろみがつくぐらい。砂糖入ってるからね。まあこんな感じでブツブツと全体に泡が立ってきたら中に入れます。ゴーヤ入れる。ゴーヤの絞ったのを入れて、でこれで絡めます。さらっと絡んだと。火をある程度入れるんです。少しね、火を。テレビが気になってる。ちょっと煮るみたいな感じ。ちょっとね、ちょっと火だけ火を入れる。ちゅうちゃんの作り方にちょっと似てる。ああね。ちゅうちゃん一回塩でつけるんじゃなかった？水気がなくなるまでやるの。ちょっと水気が遠のいて、色が少し変わってきたところで、それを大さじ1杯ほど入れます。すりごまを。すりごまを大さじ1杯ぐらい入れて、でこれで混ぜて。今もほとんど水気がなくなってきました。これで出来上がりです。まあ好みで調味料は自分で加減をしたりとか、いろいろしてもう少し煮えた方が良ければもう少し早めに入れて作るし、これでもシャキシャキ感が残って、苦味はまあちょっと
最初の砂糖でもんどるけ最初の苦味よりは苦味がないと思うん、まああったかいけちょっと苦味とんどるのはあると思う。う。冷やすとまあその冷やしたところで絶妙のうん、苦味とはうん甘みのそう加減が出るんでしょうきっと。ほんでごまで味付けて、これもまあ冷蔵で45日は持つと思うから、これでも結構箸置きみたいな感じであっさりとした、ご飯のお供になると思います。なるほど。じゃあ食ってことで。はい、出来上がりです。はい。